国とか日本とかの人治主義の場合は、利益があるんだったら正義は後回しでもいいよね。で、多分ビッグモーターで働いてた人っていうのも、高い給料くれるんだから、除草剤巻けって言われたら、それは巻きますよと。IT 業界大手勤めです。IT 業界の特性として、一度作ったものを他でも売れる知識集約型産業、ソフトウェアや SaaS の方が大きく儲けやすく期待値も高いと思うんですが、日本の IT 業界の多くは安定を求めた労働集約型の仕事ばかりやりたがります。日本 IT は衰退している一つの要因として、労働集約型を好む風潮も多いのも一因かと思いますが、ニューヨークさんのご意見はどうでしょうか。なお、英国圏にもいっぱいグループ会社もしてますので、日本のガラパゴス的な制約はやや少ないです。多分僕もそう思います。サップの話をちょこちょこするんですけど、結局その業務体系というのをサップというそのパッケージソフトに合わせて業務体系を変えるのか、その今やってる会社の業務体系に合わせてソフトウェアを作るのかっていうので、割とその日本は今やっている業務フローをそのまま維持するっていうのを、好むので、なので結果としてその業務を全般をこう司るソフトウェアやろうとすると、自社で最初から最後まで作ることになっちゃうっていう。で、多分そのここら辺はかなり推測になるんですけども、日本の場合って、うまくいっているものが生産性を上げなかったとしても、楽にうまくいっているものが継続し続ける構造がある気がするんですよね。例えば知ってるブランドのものを買ってしまうっていう。例えばじゃあじゃあ電化製品買います。電子レンジを買いますっていう時に、パナソニックとかシャープとか聞いたことのあるメーカーのものをとりあえず買う。で、聞いたことのないメーカーのものは、最初から買うという選択肢に入ってなかったりするんですよ。でもなんかその聞いたことがないメーカーっていうのが、バルミューダという名前で、すげえ一生懸命いろいろ技術をつぎ込んで作ってるものだったとしても、聞いたことないから興味ないで終わっちゃうんですよ。その技術的にどうとか、性能がどうとかっていうよりも、聞いたことがあるかどうかっていうところで判断するんですね。で、割と大学生の就職先決めるとかもそうで、その聞いたことがない中小企業とかベンチャーに行くぐらいだったら、聞いたことのある大手銀行の方がいいよねみたいな。っていうので、なので何か新しい商品を作るっていうのをやったとしても、その大手の名前のあるところから出されちゃうと、勝てないよねっていうのがあるので、逆に大手の名前のあるところって、すごくいいものを作らなくても売れるんですよ。要は大失敗さえしなければ、同じ仕事をし続けるだけで、それなりの売り上げが発生してしまうっていう、日本人が、名前のあるところのをとりあえず買っとけば安心だよねっていうふうに思うので、なので会社としてもめちゃめちゃいい製品を作る必要はなくて、大失敗のないなんとなく安定したものをとりあえずちょこちょこ作っておけば、そんなに問題ないよねと。で、その日本語の壁があるので、中国とかアメリカとかの多少製品は入ってきますけど、やっぱり本気で日本のマーケットを攻めてこようと思わないんですよね。なので、日本のなんかサービスセンター的な、例えばビッグカメラとかヨドバシカメラとかに、その営業員をメーカーが送り込んで、で、この冷蔵庫いいんすよとか、この洗濯機いいんすよって言われると、ああ、そうなんだって買っちゃうっていう。で、アメリカのじゃあメーカーとか、じゃあフィリップスとかヨーロッパのメーカーとか、中国のメーカーとかって、そのビッグカメラとかヨドバシカメラとかヤマダ電機とかに販売員を送り込んでまで日本で冷蔵庫売りたいよと思ってなかったりするので、なので日本ではなかなか売れない。で、結果として日本のメーカーはそれなりに売り上げが上げられると。ただし、それがじゃあ海外に行った時に売り上げ上げられるかっていうと、なかなか厳しいので、なので日本の白物家電っていうのは海外競争力がだんだん減っているという。で、この構造はソフトウェアも全く一緒で、なので、基本的にはなんか今の業務フローっていうのを変えないで、そのまま同じ業務フローでやった方がいいよねっていうので、その業務フローをデジタル化したものであれば使うんですけど、じゃあ業務フロー自体を変えて、生産性を上げようってなったとしても、業務フロー変えるのめんどくせえし、今のものでも十分利益上がってるから、そこは触んなくていいよねっていう。なので、上の、要は経営者だったり、上の役員とかっていうのも、あんまり新しいことを学んだりする必要ないよねっていう。国にもよると思うんですけど、例えばアメリカとかで、じゃあ創業者がすげえ大金持ちになりましたってなった時って、その、自分が社長をやる必要ないよね、CEO をやる必要ないよねっていうので、役員を退いて、陰性を引くっていうのをやるんですけど、日本の場合って、創業者が70歳とか80歳とかでもずっと社長をやり続けちゃうんですよね。で、体力的にはもう70とか80の人がやるより、その優秀な人に任せて利益を上げるような構造にして、自分は株主でいいじゃんっていう風に割と日本の人は、アメリカの人とかは割とそのヨーロッパの人とかはなりがちなんですけど、引退した後の人生の方がいいよねなんですけど、日本の場合は引退した後の人生の過ごし方というのを知らない人が多いので、結局大会社の社長というのを辞めてしまうと、
ただのおじいちゃんになってしまうので、なので、その家で何していいかわかんないし、ただのおじいちゃんとして扱われるのは嫌なので、会社の中に居続けたがるっていうのがあるんですよね。国内で不動産投資をしています。現在借り入れゼロで家賃収入が50万です。1年後には100万くらいになる予定です。そこで満足するか、持っている不動産を担保に借り入れをして、また不動産を増やすか悩んでいます。アドバイスお願いします。バブルという時代が昔、昭和の頃にありまして、で、要はその不動産を借りて、で、借りたお金で、また不動産を買って、で、その買った不動産を担保にお金を借りて、で、また不動産を買ってっていうのをずーっと何度も繰り返し続けるっていうのをやって、持ってる不動産をバンバン増やすっていうので、めちゃくちゃ儲けた人たちっていうのがバブルの時代いたんですよ。で、その人たちが結果としてどうなのかっていうと、ほとんどの人が、売り逃げ失敗っていう。要はその、不動産の価値が下がると、不動産の価値が下がるので、担保価値がなくなるので、お金を入れてくださいって言われるので、じゃあ持ってる不動産を売って、持ってる不動産を売って銀行にお金を返して、で、持ってる不動産を売るっていうのをいろんな人がやり始めたので、結果として不動産の価格がどんどん下がって、で、不動産の価格がどんどん下がるので、担保にお金を借りてる人たちっていうのが、銀行からお金入れてくださいって言われて、じゃあ持ってる不動産売ろうってなって、で、不動産の価格が下がって、っていうのをずっと繰り広げて、バブル崩壊っていうのになったんですけど、まあ、それになるかどうかなんですよね。なので、不動産を金借りて持ち続けるっていうのをやると、それにならなきゃいけないんですけど、で、現在その借り入れゼロっていうところで、家賃収入50万であれば、まだそのリスクがないので、なので、その借り入れをした場合って、不動産価格が下がった時に、まあ同じようにそのバブルと同じように、その銀行にお金返さなきゃいけないから不動産売るっていう状態になっちゃうので、で、まあ日本の不動産が上がり続けるのかどうかっていうところによるんですけど、結局、人口動態でいくと、今年、日本中の都道府県、すべての都道府県で人口が減ったんですよ。確かバブルの時は、東京都は減ったけど、なんかその千葉とか、なんか仙台とか大阪とかは増えたよね、みたいなところで、まあ増える地域と減る地域、まあほとんど減る地域なんですけど、っていうところだったんですけど、まあ、去年1年間の結果、日本人は人口が80万人減って、すべての都道府県で人口が減ったということになるので、その長期的にはその日本って人口減っていくよねっていう状態なので、いまいちその金を借りてまで不動産を買うというのはどうなのかなというふうに僕は思ってます。ただ、まあ、ある程度、コロナ禍も終わって、経済は回復基調ではあるので、なので、回復基調の中で不動産を買って、で、結果として、まあ、賃貸収入もありつつ、まあ、ここら辺が見極め時だよねっていうところでちゃんと売って、で、そこでお金が回収できるのであれば、それはそれで、まあ、うまく儲けたよねってなると思うので、なので、売りの見極めをしなきゃいけないんですよね。結局資産が、まあ、例えばじゃあ、ニューヨークで、不動産持ってますっていう人だと、まあ、ほぼずっと価値上がり続けるんですよね。まあ、めちゃめちゃ上がって下がったりとかは多少あるんですけど、基本的にはニューヨークって、島なので、マンハッタンのとことか、その土地が限られてるので、なので、ニューヨークで不動産持ってると基本的にはずっと上がり続けるので、なので、売り時を見極めるというのをあまりやらなくてもいいんですよ。で、パリも、山手線の内側ぐらいの面積しかないんですけど、で、そこで新しい建物を作ることができませんっていう法律なので、昔ながらの古いアパートっていうのが売られてるんですけど、それも基本的にはずっと、不動産の価値って上がり続けてるんですよね。なので、その不動産で儲けたいのであれば、僕はなぜ日本の土地を買うのかっていうのをちょっと聞きたいんですよ。あの、日本の不動産屋ですとか、いい物件を知ってますとか、こういうのが売りやすいよねっていうノウハウがあるんですっていう人であれば、僕は別に日本の不動産やってもいいと思うんですけど、単純に投資として不動産を考えるのであれば、投資で考えるんだったら、東京じゃない方がよくねとか、日本じゃない方がよくねっていう。なので、別にその自分の持ってる知識っていうのがそんなに役に立たなくて、単に不動産に入りたいっていうのであれば、他の国の不動産の方が安全なんじゃないかなというふうに僕は思うんですけど、動きが見えない。はい。そっか、スパチャが、そう、下に出るから、これスパチャの位置変えられないんだっけ？ちょっと後で研究してます。はい。先日、車取引のビッグモーターが保険金水増し請求の件で大炎上しました。報道や告発によると、会社の幹部から店長に対して殺すぞなどのパワハララインや、全国の店長が街路樹に除草剤を撒いて枯らしたり散々でした。そして社長も副社長も新社長も白を切る結末。日本では内部告発や企業のブラックタイツがあっても、なぜすぐ世間に出回らないのでしょうか。まあ、芸能事務所と一緒で、もう正義とかよりも、
その会社が仕事をくれるんだったら、その会社のそのまま温存させた方が得だよねっていう話だと思うんですよね。で、その山下達郎さんが、確かジャニーズ事務所についても書いてたと思うんですけど、そのジャニーさんというすごく優秀な人が、ジャニーズ事務所の中でタレントを育てて、で、それに音楽を提供してきて、で、感動してたファンもいるよね。それでいいじゃんっていう。デヴィ夫人も同じような考えだと思うんですけど、で、えっと、その、良いことを社会に対してやった部分はあるのですが、でも未成年に手を出すのはまずいよねという悪の部分があるのであれば、それはそれで裁かなければいけないよねっていうのが、割とその正義と利益っていうので別々のことだよねっていうふうに考えるのが他の国だと多いんですよ。で、中国とか日本とかの人治主義の場合は、その利益があるんだったら正義は後回しでもいいよね。で、多分ビッグモーターで働いてた人っていうのも、高い給料くれるんだから、除草剤撒けって言われたら、それは撒きますよと。で、本来であれば除草剤撒くのは違法行為で良くないことだよね。なので、いくら給料もらっててもやっちゃダメだよね、なんですけど、今の自分の役職とポジションと給料が維持されるんだったら、除草剤ばらまくぐらい別にいいんじゃねっていうふうに考えるっていうのが、日本の人の多くの人の考え方なのかなと思います。大塚家具の元社長の久美子氏がメルコ 1D の社外取締役となりました。同社はバッファローという PC 戦機を提供しています。長年お世話になっている大好きなブランドですが、まだヤマダ電機に売られないか心配です。またヤマダ電機に売られないか心配です。久美子マジで余計なことすんねやと言ってます。そんなメルコと久美子について語ってください。別に社外取締役なんで、特にそんなに変わったことはしないと思うので、そんなに気にしなくてもいいんじゃないかなと思うんですけど、で、社外取締役のおかげで、その会社がめちゃめちゃ良くなるとか、めちゃめちゃ悪くなるとかって、そんなにないんですよ。なので、社外取締役って割とそのパフォーマンスとしておくみたいなのがあって、元女子アナの社外取締役やってる人結構多いんですよね。フジテレビのアナウンサーで、菊池なんとかさんっていう人とか、あと中井美穂さんとか、確か、上場企業の社外取締役やってると思うんですけど、っていう感じで、割とその社外取締役に女性で名のある人を置くっていうのは、プロモーションとして日本はよくやるので、なのでその一環なんじゃないかなと思いますけども。